2021年7月11日、中国の軍事愛好家がネットに公開した日本が台湾有事に武力介入すれば、中国は必ず日本を核攻撃するという動画が拡散し、中国当局が慌てて削除しましたが、アメリカでは背後に中国共産党や軍がいるとして再拡散しています。中国のネットユーザーの中に陸軍統略というアカウント名を持つ軍事愛好家がいて、彼は中国の動画投稿サイトで動画を配信しています。中国での YouTuber のようなネットインフルエンサーの一人です。かつて中国のテレビ界で抗日戦争ドラマを蘇生乱造して儲かったように、最近ではナショナリズムを刺激してアクセス数を増やし、荒稼ぎをする輩が増えてきたようです。陸軍統略はその典型的なネットインフルエンサーで人気を博しています。彼が発表した動画のタイトルは、日本がもし軍事的に我が国の台湾統一問題に干渉してきたら、我が国は必ず核攻撃日本例外論を打ち出すべきというもので、そのナレーションをはじめ、内容や憎しみの激しさは群を抜いています。日本が一兵卒、一砲弾でも動かそうものなら、中国は直ちに日本を核攻撃し、それも日本が無条件降伏をするまで核爆弾を落とし続けるとしています。中国は1964年に原爆実験に成功し、それ以来、決して中国側から先に核爆弾を使うことはないと豪語してきましたが、日本だけは例外だとして、かつて日本が中国を侵略した歴史を紹介し、ネットユーザーのナショナリズムを刺激して200万件以上のアクセス数を稼ぎ出しました。7月12日にアメリカの RFA ラジオフリーアジアがツイッターでつぶやき、アメリカにまで拡散し始めたのを見て、中国政府は直ちにこの動画を削除しました。さらに、ウェイボ上におけるこの動画へのコメントまで徹底して削除したので、そのことがまたアメリカで大きな話題になったのです。それはなぜかというと、中国陝西省法刑司政法政治法制委員会もまた、その動画サイトにアカウントを持っていて、陸軍統略の動画を転載していました。ところが、当該動画が全て徹底して削除されたというのに、法刑司政法委員会のアカウントに転載されている動画だけが削除されていなかったからなのです。それでも、背後に中国人民解放軍がいて陸軍統略を操っているという疑惑は、アメリカのソーシャルメディア上で飛び交い続けています。それは、過去に1回だけ、退役軍人のワン・ホンガンが、陸軍統略チャンネルに文章を掲載したという記録を検索で見つけることができたからなのです。他のキャストも出演していたかもしれませんが、少なくとも今現在検索で探し出せるのは、2021年4月6日に文章を寄せたという記録だけなのです。ワン・ホンガンは2012年12月に退役した元中国人民解放軍南京軍区副司令官で、彼は退役後も過激な言動をすることから、当局から睨まれていたことがある人物です。この時も、中国人民解放軍の公式サイト、中国軍事網は、軍のスポークスマンではないワン・ホンガンの発言は、彼の個人的な見解でしかなく、ネットユーザーたちは、ワン・ホンガンの言動を過大に評価したり、過剰に反応して騒いだりしてはならないというコメントを掲載したほどです。陸軍統略と軍との接触は、この時1回限りで、しかも、中国人民解放軍の公式ウェブサイトで批判を受けているくらいなので、軍関係者の記事が掲載されたと言って、陸軍統略の背後に、中国人民解放軍がいると位置づけるのは適切ではないかもしれません。
中国でナショナリストが生まれる背景には、1994年から始めた愛国主義教育があるので、自業自得だというしかありません。おまけに、チャン・ツェーミンは、自分の父親が、かつての大日本帝国の傀儡政権、ワン・チャオミン政府の管理だったことを隠すために、自分がいかに反日かを示そうと、愛国主義教育基地として、抗日戦争記念の地を選び、愛国主義を反日教育に翻してしまいました。シー・ジンピン政権になってからは、武安中心、初心忘れるべからずをスローガンに、革命初期の心を忘れるなとして、革命の根拠地、イエナンや朝鮮を強調しているそうです。しかし、これを放っておけば、若者の反日感情を刺激して、偉大なる中華民族の誇りに火をつけてしまいます。ましてや今はネット社会です。アクセス数が多ければ多いほど、お金が入ってくる現在、インフルエンサーたちはいかにアクセス数を稼ぐかということに血眼で、実際に手っ取り早いのは、ナショナリズムに訴えることなのです。しかし、そういった動画は海外にまで拡散し、中国以外の国の人々から中国への非難の声が盛り上がる結果を招いてしまいます。そうして、その分だけ中国は国際社会で孤立を深めることにつながっていくというサイクルが出来上がってしまうのです。シー・ジンピンは近年、愛される外交を展開せよと呼びかけていますが、この中に実はナショナリストの過激な言動を抑えよという要素が入っていることを私たちは見逃してはいけません。特に米中が覇権争いをしている最中に日本を敵に回してシー・ジンピンには何一つ良いことはないのです。アメリカから制裁を受ければ日本にすり寄って日本の技術と日本の半導体チップなどに頼らなければなりません。台湾有事は日本有事でもあるのは確かですが、台湾政府も独立を叫ぶことは選ばず、現状維持を選択しています。台湾政府が独立を叫べば、中国は反国家分裂法を発動して台湾の武力攻撃に動くでしょうが、そうならない限り、台湾武力攻撃は中国にはいかなるメリットもありません。シー・ジンピンは国際社会からの非難を浴びて孤立を招くのを避けたいと思っているでしょうし、近い将来に訪れるかもしれない中国経済がアメリカを追い抜く日をじっと狙っているのでしょう。アメリカのバイデン政府高官も台湾独立を支持しないと発言しています。シー・ジンピンにとって怖いのは内部に潜む反乱分子で今般陸軍統略の動画を削除させた最大の原因なのかもしれません。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。先制核攻撃怖いと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。